ハンドメイドきよちゃんです。今回はダイソーのポリエステル毛糸1玉 150g のこちらの糸で簡単ポンチョベストをご紹介します。RPB6 ブラウンで編みました。変色についてはありませんでした。以前にもこちらのブルーを使った作品を紹介しているので、詳細はこちらをご覧ください。作品はこちらになります。1玉 150g、600m の糸長でここまで編み切れました。サイズは平置きで幅が66センチ、ここの下がりが約9センチで、ここからの長さが約47センチ、肩から袖の長さが約33センチから34センチになりました。こちらの開き幅が約16センチなので、肩からずれる心配もありません。前回のポンチョは三角ポンチョでしたので、裾のフレア部分が大きく出ましたが、今回は肩から身幅に沿った形なので、糸も節約でき、形もシンプルになりました。袖丈は肘の2、3センチ上くらいです。もっと長くしたい場合は、2玉ご用意ください。着てみるとこんな感じになります。丈もちょうどいい長さだと思います。横から見るとこんな感じです。ウエスト部分がこちらになります。後ろもこんな感じで、お尻が隠れるくらいになっています。今の時期にこちらもぴったりな作品ですので、ぜひ編んでみてください。中から糸を出して、糸端を見つけて編んでいきます。かぎ針は 3.5mm の6号針を使用します。作り目は鎖の作り目です。98目編んでいきます。糸を引っ張って絞ってから鎖を編みます。1、2、3、4。鎖がきつくならないように気をつけてお編みください。98目編んできました。そうすると長さが端からだいたい50センチになります。もっとゆったりさせたければ目数を10目増やしてください。端から25目目と74目目。ここです。ここからだと49目目にマーカーをつけておきます。ここが前と後ろの角の部分、増し目の部分になります。鎖の裏山にこのように2箇所つけておきます。そしたら鎖を輪にするので、鎖がねじれないようにこのように確認しながら端までたぐっていきます。最初の鎖目の裏山に針を入れて糸を引き抜きます。しっかり絞ったら、はじめに鎖3目で立ち上がります。1、2、3。3目目にマーカーをします。この鎖3目が長編み1目分になります。そしたら編み地をひっくり返して裏山を拾って長編みを編みます。裏山を見て編みます。一番最初の目は飛ばして2目目から編んでいきます。これで長編み2目編んだことになります。裏山を拾って2目引き抜いて2目引き抜く。
これで長編み3目。はい。24目編み終えたところになります。そしたら25目目のマーカーを外して長編みを編んだら鎖を5目編みます。1、2、3、4、5目編んだらまた隣の作り目、この裏山、隣の鎖目にまた1目ずつ長編みを編んでいきます。2、3、4と編んだら49目目、ここのマーカーまで編んだらまた鎖を5目編んでまた長編みを編む形になります。はい、1段編んできました。25目編んで鎖を5目、49目編んで鎖を5目、24目編んで終わっています。このように一周編んだら最初の目に糸を引き抜きます。鎖3目の立ち上がりの3目目に糸を引き抜きます。はい、これで1段目が終わりました。2段目は立ち上がり鎖4目編んでいきます。1、2、3、4目編んだら4目目にマーカーを入れて編み地をひっくり返します。そしたら長々編みをこの立ち上がりの、ところに編み入れていきます。2目編み入れます。長々5目の真ん中の部分からスタートするので、これで長編み3目編んだことになります。4目飛ばして5目目にまた長々5目を編みます。1、2、3、4、5目。そしたらまた4目飛ばして、1、2、3、4目飛ばして5目目に長々編みの5目を編み入れます。これを繰り返します。このように編んできたら、1、2、3、4目飛ばすと、5目目はこの鎖のところになるので、側に針を入れて、長々編み5目を編み入れます。2、3、4、5目編み入れたら、鎖をそのまま4目編みます。4目編んだら、またこの穴に側に長々5目編み入れます。2、3、4、5目。はい、ここの部分で増し目になりました。角ができて、また長々を1、2、3、4目飛ばして5目目に5目編み入れます。1、2、3、4、5目編んで、また繰り返し
4目おきに長々5目を編み入れていきます。はい、1周編んできました。最後4目長編みが余るので4目飛ばしたらこの半分の長々編み5目の半分になるので同じようにこの編み入れたところの穴にあと2目長々編みを入れます。2目編んだらこの立ち上がりの4目目に糸を引き抜きます。はい、これで2段目が終わりました。あとは繰り返しになります。3段目は長編みの段になります。立ち上がり3目編んだら3目目にマーカーをして編み地をひっくり返してここの2目長々のところ1目ずつ長編みを編んで次のこの5目のところに1目ずつ長編みを編んでいきます。増し目のところに来ました。鎖のところは長編みを2目編み入れて1、2目編んだら鎖を5目編みます。1、2、3、4、5目編んでまた長編みを2目側に編み入れます。1、2目。これで角の増し目になります。そしたらまた1目ずつ長編みを編んでいきます。はい、このようにまた角ができました。はい、3段目最後になります。ここも長々前段長々のところに長編みを1目ずつ2目編んだら糸を引き抜きます。この立ち上がりの4目目か4目目にマーカーを取って糸を引き抜きます。はい、これで3段目が終わりました。あとは、2段目と同じになりますので4目立ち上がって4目目にマーカーを入れて編地をひっくり返してこの根元の目に長々を2目編み入れてまた4目飛ばして5目目に長々を編んでいきます。1、2、3、4、5。はい。このように4目おきに長々編みを5目編み入れて角に来たら長々編み5目鎖4目長々編み5目を編み入れてまた4目おきに長々編み5目を編み入れていきます。2段1模様なので動画を見ながらお編みください。はい、25段目編んできました。
最後のところも同じように編んでいくんですけど、マーカーを外して、はい、このように長々のところに長編みを編み入れて、糸を引き抜いたら、まだ糸端がこんだけあるので、縁編みを一段編みたいと思います。そのまま立ち上がって、細編みを一目編んだら、マーカーを入れておきます。で、鎖を一目編んだら、一目飛ばして細編み。鎖を編んで、一目飛ばして細編み。鎖、細編み、鎖、細編みで編んでいきます。この角に来たら、最後細編みで終わってるので、鎖、細編み、鎖、細編み、鎖で、ここも5目編み入れて、また前段の長編みのところの端に細編みを編んで、また鎖細編み鎖細編みで編んでいきます。角の鎖のところに、角をまた出したければ、あと2目細編み1目鎖1目を編み入れてください。一周編んできました。最後も鎖を1目編んで、ちょうどこの立ち上がりのところになるので、糸を引き抜いて、そのまま引き出して、糸をカットして、糸端の始末をそのままします。こちらが表なので、裏側に縫い付けて始末します。はい。毛糸を割るように針を通して、このように糸を返しながら縫い付けて始末します。カットして、これで糸端の始末ができました。この境目もあんまりわからないように綺麗にできたと思います。首元の部分もあとこんだけ糸端が余ってますので、一段編めるので、同じように細編み鎖細編みで縁編みを一段編みます。この編み始めの糸端のところから編んでいきます。糸端を2本小指で持って糸を引き出して鎖を1目編んで、側に針を入れて細編みを1目編みます。編んだらマーカーをつけといて、鎖1目飛ばして作り目のところに針を入れて、細編み鎖1目飛ばして細編み鎖1目飛ばして細編み鎖で編んでいきます。角の増し目の部分に来るとちょうど細編みを編むところになりますので、ここの2目は2目一度を編みます。このように2目一度にして鎖1目飛ばして細編み鎖細編み鎖細編みと編んでいきます。もう一箇所も同じように2目一度を編んでいってください。
あとは裾と同じように、糸端の始末をして裏側からスチームを当てて完成になります。とても簡単ですので、一玉で十分できるポンチョになりましたので、ぜひ編んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。